つもみなみチャンネルを見ていただいてありがとうございます。私、最近すごく反省していることがあって、大好きな人をいつも連れ回して、いろんなところに連れて行ってもらってるのに、いつも汚れたままほったらかしで、私だけ楽しんでました。本当に最低です。ということで、今回の動画はロードバイク初心者の私が初めて大好きなドマーネを洗車してみた動画になります。前回パンク修理の練習で車体をひっくり返した時にダウンチューブの裏とかに泥が飛び散っててほんと汚いなって思いました。自分一人でやるのは不安だったんですけど、ブログとか動画とか調べると先輩たちがいろんな情報を出してくれていて、今回それを参考にしながらやってみました。ちなみに洗車方法は水を使う方法と水を使わない方法の2通りあるみたいなんですけど、私は手軽にできそうな水なし洗浄を今回やってみました。本来であれば水なし洗浄でも洗った後の息ずれが出るので外でやるべきなんですけど、今回は撮影の関係上ベランダではできないので、室内で広めのブルーシートをしっかり2枚重ねて洗車しました。では早速、ちょっと恥ずかしいんですけど、まずは私のドマーネの今の状態を見ていきます。ちょっと汚いので、お食事中の方はごめんなさい。今までに乗った回数は20回ぐらいです。砂利道とかも走っちゃってて、まだ一度も洗車はしたことがないです。チェーンはこんな感じで、触っただけで黒い油みたいなものがべったり手についちゃうような状況です。スプロケも買った時はキラキラしてたのに、くすんだような色になっちゃってます。私、ロードバイクに乗るまでは知らなかったんですけど、汚れには種類があって、その汚れに対応した洗浄剤を使わないといけないみたいです。私の買った洗車道具はこんな感じです。まずチェーンクリーナーです。これはギアやチェーン周りの油を溶かして浮かすために使います。このノズルのおかげで広範囲にも噴射できるし、ピンポイントで薬剤をかけることもできます。次にフォーミングマルチクリーナーです。さっき使ったチェーンクリーナーで油を溶かして浮かした後に、このフォーミングマルチクリーナーを使って洗い流します。チェーンオイルはこのワコーズのチェーンルブを使っていきます。割れたタオルをまた使うと、せっかくきれいにしたところがまた汚くなってしまうので、タオルは4枚準備しました。袋はさっき100均で買ってきました。洗車では手が汚れたり傷がつかないように厚めのものを使っていきます。M サイズしかなくてちょっと大きい。それではやっていきます。頑張るぞー。まずチェーンクリーナーを使って油の汚れを浮かしていきます。このチェーンクリーナーは乾燥しづらい性質があるので、まず必要なところにまんべんなくかけていきます。知らなくても大丈夫。フロントディレイラーにかけます。次にプーリー。響きかわいい。最後にチェーンにかけます。ワコーズさんの動画ではもっとたくさんかけてたイメージなんですけど、これでいいのかな。本当はギアの汚れをチェーンに移さないために後輪を外して専用の台で洗浄した方がいいんですけど、私はこの簡易的なスタンドしかまだ持ってないので、まずは後輪をつけた状態で今回はやってみました。こんなスタンドが欲しい。でもお財布が。次にスプレーについていたこの歯ブラシみたいなやつで汚れを刺激するためにスプレーを吹きかけたところをブラッシングしていきます。ぐし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 。
傷つくんじゃないかなってちょっと心配になったんですけど、結構ここはガシガシやってもいいみたいです。チェーンもブラッシングしていきます。なんか想像以上にここがやってて一番楽しかったです。こういう単純作業を黙々としていくのめっちゃ好き。ブラッシングが終わったらだいぶ汚れが浮いて溶けてきたので、1枚目のタオルでざっと拭いていきます。すっごく汚くなってる。20ライド分の汚れってすごいですね。ここが一番私が興奮したところなんですけど、このフォーミングマルチクリーナーの泡、膨らむんですよ。泡が膨らむことで小さな細かいパーツの中の汚れや油を吸着してくれます。もくもくしてかわいい。マシュマロ食べたくなってきた。さっきチェーンクリーナーをかけたところにフォーミングマルチクリーナーをかけていきます。汚れが水になって出てきた。フォーミングマルチクリーナーは汚れと吸着すると水になって流れ出てくる性質があります。なので浮いた油の汚れが一気に出てきてとても綺麗になります。チェーンは一周まんべんなくかけるので、こうやって手で押さえながら浸透させていきます。私が見た動画は結構ガシガシやってたんですけど、エアリレーラーは弱い部分みたいなので、どれぐらいの力加減でやっていいのかがわからなくて少し不安でした。真っ黒クロスケの残骸みたいなの出てきた。インナーのギアもしっかり引きかけます。住んでるところも普段は一応きれいにしているつもりなんですけど、一度汚れが気になると掃除が止まんなくなっちゃうんですよ。この前も休みの日に掃除始めたらもう年末の掃除みたいになっちゃって、朝始めたのに気がついたら日が暮れてました。ここから残った汚れを拭き取っていくんですけど、さっき拭いたタオルはチェーンの油がついていて汚れを塗り広げてしまうので、新しいタオルで拭き取っていきます。汚れが溜まりやすいプーリー周りはしっかり拭きます。いっぱいチェーンを拭くとタオルが真っ黒になっちゃって、拭いても拭いても綺麗になったか分かりませんでした。もしちゃんとブラッシングしてたらきちんと汚れが落ちて、こんなタオル早く真っ黒にならなかったのかなって思いました。ギアのところはタオルの端を使って細かく拭いていきます。ロードバイクは細かい隙間が多いので汚れが残らないようにしっかり拭き上げていきます。こういう細かいところの掃除は看護師のスキルが役立つ。次にフレームを拭きます。フレームはさっき使ったフォーミングマルチクリーナーをここでも使います。ノンシリコンノンワックスでフレームやブレーキ周りにも使えるので、初心者の私でも安心して使えました。これやってて気づいたんですけど、白のフレームってめちゃくちゃ汚れ目立ちますよね。なんかいっそ黒ならもう1年ぐらい洗車しなくてもバレないかなって思っちゃったんですけど、でも私やっぱり次買うとしても白がいいな。白って可愛いし、バーテープによってイメージ変わって楽しいので、大変だけどこまめに洗車しようと思います。すごく綺麗になってきた。こんなに真っ白で可愛い姿を久しぶりに見ました。ここまで来たらあとちょっと。次に後輪のスプロケットをきれいにしていきます。まずはチェーンクリーナーでオイルを浮かせていきます。次にブラシでゴシゴシ磨いていきます。歯磨きしてるみたいで楽しい。
これも回転させながらきれいに磨いていきます。タオルでオイルを拭き取ります。次にフォーミングマルチクリーナーを吹きかけます。なんかホイップクリーム塗ってるみたいでパティシエになった気分。この後はタオルで全体を拭いた後、ギアの一枚一枚を磨くためにタオルの端をギアの間に差し込んで磨いていきます。めっちゃ綺麗。こんな色してたんだ。裏側も汚れてるので綺麗に磨き上げていきます。ラストはチェーンオイル。これで最後なんですけど、気づいたらまた夜勤の時間が迫ってる。でもここは手を抜けない。始めてから5時間もかかっちゃってるんですけど、最後までやりきりたいと思います。チェーンオイルはさっき説明したワコーズのチェーンルブを使います。ペダルを回しながらチェーン全体にかけていきます。この時リムにかかるとブレーキが効かなくなっちゃうので、タオルで覆いながらかけていきます。余分なオイルをきれいなタオルで拭き取って完成です。やったー。夜勤行かずに走りたい。今回洗車してみた感想は、想像以上に面白かったって感じでした。最初は薬剤をかけていい場所と悪い場所もわからなくて、調べるのも一からだしどうしようって思ってたんですよ。でもやっぱ綺麗にすると白いフレームがより可愛く見えるし、見てたり触ったりしてても気持ちがいいので、レイド後も軽く磨いたりしていこうと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。